奥多田ヒカルは常に各種以上の存在である。国性的で生感移れる彼女の覚醒は、世界中の何百万人もの人々の心を掴んできた。しかし、このきらびやかな名将のレアには、大舞台でさえも不識できない孤独とさまよう女性の子があった。ヒカルの人生は光に満ちていたが、思わぬもあった。才能ある日本人シンガーとアメリカ人プロデューサーの娘として、ニューヨークに生まれたヒカルは、音楽があらゆる場所で話されている環境でぼただった。しかし、愛と情山にいがまれていても、彼女はいつも何かが足りないと感じていた。音楽はあっても、世界との本当のつながりを見つけることができなかったのだ。彼女の子供時代は芸術に囲まれていたが、いつも空虚感がつきまとっていた。世界が提供できるものすべてをにしているにもかかわらず、彼女には、つながりという本質的なものがまだけていると感じていたのだ。いつもと変わらない夜だったが、その夜の何かが彼女の人生を陽音に変えることになる。コンサート後は終わり、誰もいない街を歩いていたヒカルはいつもと違う音を耳にした。迷うことなくその子を追いかけ、場所を曲がったとき、彼女は想像もしなかった光景に出くわした。小さな子供が一人で水面に迷い、苦痛に満ちためきをしていた。周りには誰もいなかった。ただ、彼の孤独を表す悲しい湯だけが向いていた。ヒカルはどうしたらいいのかわからなかったが、心の中の何かが行動しなければならないと告げていた。泣いて目を守らしたその子は何も話すことができなかった。家もなく、誰もいない。ヒカルは考えもせず、その木を抱きかかえてホテルに連れ帰った。何が起こるかわからなかったが、何かをしなければならないことは分かっていた。彼女の中の何かが目覚めたのだ。その静かな部屋で、ヒカルは長い間経験したことのない何かを感じた。名声も契約も関係なかった。その瞬間、彼女は新しい目的を見つけたのだ。ヒカルはこの出会いが偶然ではないことを知っていた。自分を必要としてくれる人を見つけたのだ。しかしそれ一種よもに、彼女は自分自身を再発見する方法も見つけたのだ。名将は彼女を孤立させたかもしれないが、人の心は彼女を現実に引き戻した。ヒカルはこちの綾の面倒を見始め、やがて不思議なことが起こった。綾は心を開き、信頼し、野顔を取り戻した。そしてどういうわけか、光もまた、彼女が抱えていたハムエを走し始めた。しょがむ立つにつれ、光は犀が花開くのを見た。サミの秋から痛みが消え始め、好奇心や小さなことへの素朴な喜びに変わっていった。光は綾を公園に連れて行き、話の色や太陽の明るさを教えた。命の美しさを教えてくれた。綾が世界を再発見し始めると、光は新しい歌を作り始めた。愛、惜しい。恰幅にインスパイアされた歌だ。彼女は自分の音楽を通して、他の人々が自分自身の戻る目を見つける手助けができることに気づき始めた。ヒカルはもはや大舞台のために曲を書いていたのではない。彼女は伝われた魂のために、綾のように希望のメッセージを必要としている人々のために書いていた。すべての言葉は彼女自身の変化の一部だった。しばらくして、ヒカルは自分の新しいビジョンを世界と共有することを決めた。記者会見で彼女は完璧なアーティストのイメージを捨て、これまで通りの人間的な女性を受け入れ、弱い自分を見せた。今日、私は歌うためだけにここにいるのではありません。今日、私は歌うためだけにここにいるのではないわ。そして的に私たちが達成できる最大の名声とは、心から生まれるものなのです。と彼女は言った。観客は知らなかったが、その瞬間、
ヒカルは自分自身と自分の名声に対する書き方を変えていた。彼女はモンスターにはなりたくなかった。彼女はもはや言葉を発することができない人々の代弁者になりたかったのだ。ヒカルのステージへの復帰は、これまでの彼女とは風がっていた。彼女が求めていたのは、正面側の眩しさではなく、彼女の歌を聴く人たちの目のウィーアーキだった。彼女の音楽は、今、箱子について、真実の愛について、再生についてだった。ユナイテッドワと、光と才能、痛みから星へ、孤独から結ばれへんの旅を象徴する曲。それぞれのアソエンは、穴目の投げ側にも光は差し込むということを思い出させてくれた。今日、イカラタタヒカルは歌手としてだけでなく、多くの人々の希望の声となった女性として記憶されている。むとも惜しい瞬間にさえ、やり直すチャンスを必要とする人々のために、道地を蹴らし続ける声。ヒカルの地は、起きとして最大の変化はステージの上ではなく、心の中で起こるということの証明だ。そして音楽は、結局のところ、生たき地すべてをつなぐ明けましであり、よしと希望のメロディーなのだ。そして、私たちにインスピレーションを与え、挑戦を与え、私たちを近づけるストーリーをもっと見るために、チャンネル登録することを忘れないでください。